寒さで目が覚めた。月の高さを見ると多分深夜1から2時までくらいだろう。気温はまだ下がりそうだ。これからの時間はもっと辛くなる。夜の波音と冷たい風が一晩中体を襲っていた。昨夜は本当にほとんど眠れなかった。夜が明けて気温が上がるとカメラをここに置いて岩場を撮影し、その間に少しだけ眠った。朝、岩場を撮影している間に少し仮眠をとった。今目が覚めたが、太陽はもう隠れていた。昨日は骨組みだけしか作れなかった。その中で寝てもほとんど野宿と変わらなかった。風が骨の隙間まで吹き込んでくる。もう20時間以上何も食べず何も飲んでいない。空腹感はもうなくなった。残っているのは喉の渇きだけだ。今は喉の中に乾いた麺が詰まっているような感じだ。唾を飲み込むだけでも擦れて少し痛む。豪雨がいつ来てもおかしくない。まずは水を確保して、そしてシェルターを完成させなければならない。南側は昨日上陸した場所だ。東側には小さな岩礁がある。北側には小さな砂浜がある。西側は少し地勢が低い。昨日はその西側で竹や発泡スチロールを拾った。ちょうど今低い場所には水があるかもしれない。水を確保した後、竹を集め、さらにシェルター用の材料を集めるつもりだ。方向は間違っていない。水はもう近いはずだ。下へ降りよう。前方の2つ目の場所にはかなり高い確率で水がある。本当に信じられない。こんな低い場所なのに水が全くないなんて。しかも砂はものすごく乾燥している。サバイバルでは必ず道はあると信じ続けるしかない。別の場所へ行こう。こっちの下の方がもっと可能性がある。かなり高い確率で。これは雨水が乾いた後に残った跡だ。この場所には水があった痕跡がある。かなり湿っている感じだ。下の土はこんなに薄い。多分雨が降った時、低い地形だから雨水がここに集まったんだろう。残念ながら来るのが遅かった。
しっかり閉まってる。変な目もしない。2024年製の東宝樹はウーロン茶だ。やっぱり天は人を見捨てないな。2024年製の洗濯用の服だ。たとえ他人から見ればゴミでも自分にとっては宝物だ。洗えばまだ使える。これがサバイバルの知恵だ。さっき海水でうがいをしたら余計に喉が渇いた。でももうすぐ水が見つかると信じている。ここには以前水があった痕跡がある。多分雨水だろう。そしてこの辺りが一番低い場所だ。今は水があった痕跡をたどって進むしかない。きっと水を見つけられるはずだ。多分真水だ。真水だ。このボトルはさっき海水で洗ったものだ。少しだけ不純物がある。水が黄色っぽいのはボトル自体が黄ばんでいるせいかもしれない。水自体はそこまで黄色くない。気持ちいい。野外で見つけた水はできるだけ沸騰させてから飲むべきだ。今回見つけたのはたまり水だけど、下山した後にはしっかり健康診断を受けるつもりだ。昨日はノコギリを持ってくるのを忘れて石で叩いていたので、かなり時間を無駄にした。この2本は昨日のものより2から3まで倍は重い。そのうち1本の竹には少し水が入っていた。やっと着いた。少し休憩しよう。目標はあの場所だ。上にはヤシのような木がたくさんある。
トゲ足かもしれない。さっきまでは確信がなかったけど、今は確信した。このトゲ足にはたくさんのトゲが生えている。歯がとても密集している。しかも上の部分にはトゲがない。だからシェルターの屋根材として使える。かなり脆くて簡単に折れてしまう。少し休んで水分補給をしたけど、尿の色はまだかなり濃い。まずは今夜の寝床を完成させよう。屋根にはこのトゲ足の刃を使っている。刃と刃の間の隙間が大きいので、屋根の隙間もできるだけ小さくしないといけない。最後にしっかり押さえつければ、かやぶき屋根のようになる。おはよう。みんな、3日目です。この企画は一人で無人島に取り残された状況をリアルに再現したサバイバルです。昨日集めた水は全部飲み切りました。これから水を探します。仕掛けもだいぶ安定してきました。暑さで水の蒸発がひどい。昨日はもっと残っていたのに、この程度しかない。なくなった。水不足は無人島で最大の危機だ。でも、必ず道はあると信じている。海岸から少し離れた場所だ。山から続く岩の割れ目がある。この水が海水か真水か確かめよう。経験からすると、バナナが生えている山には湧き水があることが多い。土はとても乾いている。ここには大きな期待をしていたんだけど。大丈夫。探し続けよう。この島に水源がないなんて信じない。島はまだ5分の1しか回っていない。サバイバルでは岩のように強い心を持たなければならない。東側の海岸線を一人で歩き切った。水を探し続けたが、結局見つからなかった。これは真水かもしれない。この岩の元だ。
水は見つからない。食べ物もほとんどない。一番多いのは岩の隙間にいる亀の手だ。道具がないとこれを剥がすのは本当に難しい。しかも大きくて実のあるものはまだ取ることができない。さすが波打ち際だ。あの先を越えれば北側の砂浜だ。島で最も低い場所でもある。もし水が見つからなければもう終わりだ。これは地元の人が牡蠣を養殖していたものだ。台風で打ち上げられたんだ。みんな本当に苦労している。島を一周したが何も見つからなかった。竹を集めた場所まで戻ってきた。唇が乾いて痛い。海の水が飲めたらいいのに。やっぱりまだ希望は残っていた。さっきは間違っていた。島を一周しても植物の生えている場所では何も見つからなかった。でも岩場で思わぬ発見があった。水のある場所がわかったぞ。ここにも半分くらい入っている。漏れてない。中も意外と綺麗だ。キャップをどこに置いたっけ？どこでも拾えるわけじゃないからな。アイスティーならまだしも、お酒は絶対に飲めない。2023年のボトルだ。2024年か。もっと早く気づくべきだった。さっき海辺でもペットボトルを拾ったし、こういう場所は岩の隙間を丁寧に探せばまだまだ見つかるな。2022年製だ。野生のアダンの実をたくさん見つけたけど、どれも熟していなくて残念だった。アップで撮っていたら黄色い実が見えた。よし、意外といい感じだ。いいことは続く。アダンの好みはアダンの実と呼ばれる。見た目はパイナップルに似ているが、パイナップルの仲間ではない。
食べられるのはこの部分だけ。下の身の付け根は甘みがある。あの山を越えれば、すぐ下がシェルターだ。でも今日は戻らない。逆方向に島を一周して、もっと雨水を集める。これはいいことが続くどころか、大収穫だ。この竹は本当に気に入った。太さもちょうどいい。竹をこすって火起こしするのに最適だ。やっとシェルターに戻ってきた。見える？漁船だ。中国には本当の意味での無人島はない。さっきも向こうの岩場で釣りをしている人を見かけた。実は今日諦めようと思った時、あの漁船に助けを求めようかと考えていた。本当に危なかった。腰も体も痛い。でも勝った。この3本の水があれば今夜は乗り切れる。明日は遅くても明後日にはまた水を確保できるはずだ。とりあえず何も考えず、まずは食べよう。本当にいい香りがする。3日ぶりの最初の一口だ。見た目はこんな感じ。結構甘いな。中の芯の方がもっと美味しいのかな。残りは遠くへ捨てよう。蛇や虫が寄ってきたら困るから。赖死赖死赖死！青い実はたくさんある。しかし熟したものは見当たらない。この辺りを見てもほとんどが青い実ばかりだ。熟した実は見つからない。結局何も得られなかった。一番茂っている場所も探したがダメだった。昨日取った場所にもなかった。仕方ない。岩場の亀の手を取るしかない。何か尖ったものを探そう。できれば鉄製のものがいい。
鉄は重いから海岸まで流れ着くことは少ないだろう。この木の板を見て大きな船の残骸がないか探してみる。酒が飲めるかどうかは今回にかかっている。水がもったいない。これ何に使うものかわからない。柔らかすぎる。鉄の棒を見つけた。結構硬い。これは使えそうだ。中が空洞だから少し叩いてさらに研げば使えるはず。オッケー、2本作れた。短いのが1本、こっちは反っていて先がフック状。これも同じだ。亀の手、今行くぞ。早く食料を確保しよう。急に天気が変わってきた。もしかすると雨が降るかもしれない。これわー。すごい。これは海の第一の珍味とも呼ばれている。亀の手は塩マタイの岩場に生息し、良質なタンパク質を豊富に含み、アミノ酸、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルも豊富だ。こっちの方がずっと大きい。こっちの方がもっとすごい。ようやく隙間を開けられた。これなら掘りやすくなる。さすが地獄の海鮮だ。少し触っただけで手が傷だらけになる。殻がとても鋭いからだ。まるで巣みたいだ。ここにもたくさん見つけた。ここはかなり良い場所だ。隙間が大きい。見てくれ。すごい。冬は日照時間が短く、潮が満ちると亀の手取りはさらに難しくなる。仕方なく避難所へ戻ることにした。火を起こそう。今日はようやく温かい食事が食べられる。
火起こし用の穴もできた。火をつけられるぞ。準備しておいた加工のこの位置に加工剤を置く。そしてしっかり押さえる。少し支えて安定させる。まずは一定の速度で回す。竹が焦る匂いがしてきたらさらに加速する。あと少しだ。もう一回やろう。新しく作り直して切れ込みも入れた。プヘンでも摩擦式火起こしでもちゃんと火を起こすには内側から熱を発生させて燃やす必要がある。消えてしまった。仕方ない。これはなかなか火がつかない。やっぱり竹を使うしかないな。本当は改良したくてこの葉っぱを加工材にしようと思った。人はいつも自分が賢いと思い込むものだ。でも先人たちは何度も改良を重ねてきた。今の方法こそ最適なのかもしれない。まだ火種は見えない。ゆっくり息を吹きかけて燃やす。今度は絶対に消えないぞ。よし。ナイスナイス。火をもっと大きくして炭をたくさん作る。そして取ってきた亀の手をこの炭の上で焼く。この場所は長く暮らすには向いていない。だからこの燃えている炭を残して火種を中に入れておく。そうすれば風で消えるのを防げる。やっと温かいものが食べられる。いくつかは焼きすぎてしまった。カラカラ焦げたタンパク質の香ばしい匂いがする。残念だ。硬くて噛めない。めちゃくちゃいい香りだ。
うわ、中にはまだ汁が残っている。そんなに焦げていない。最高だ。うわ。こっちの方がもっとうまく焼けている。味はものすごくうまい。これは本当に最高だ。中まで火は通っているけど焦げてはいない。これを少し移動させないとこれ以上焼けすぎてしまう。うん。中の旨味たっぷりの汁が出てきた。外側はまるで蛇の皮みたいだ。この汁気、焼き加減が完璧だ。ああ。なんだって。うん、いいねいいね。やる価値あるよ。ここで柿を見つけた。この辺りでは養殖をしているから台風などで流されてここに引っかかったんだろう。かなり前からここにあった跡だ。自分で置いたものじゃないのはわかる。ほら、この場所を見れば一目瞭然だ。周りには苔がびっしりついている。これはパイナップル貝だ。まあとりあえず拾っておこう。バッテリー残量がどんどん減って最後の明かりも完全に消えてしまった。夜が明けるまで待ってから戻るしかない。収穫はなかなか良かった。ただ光が足りなかった。その後は潮が満ち始め、帰り道でさらに一つ拾った。夜通し磯取りを続けた。今の体はもう限界だ。とにかくゆっくり眠りたい。夜明けからずっと動きっぱなしでもう限界だ。靴を脱いだら中までびしょ濡れだ。朝帰る頃は一面の快晴だった。薪を集めてきてごちそうを作ろう。食料があると本当に安心するな。昨夜はここに海水なんてなくてあそこまで潮が引いていたんだ。
薪をたくさん足して炭をたっぷり作る。もう焼けたかな。さっきまでジュージュー汁が出ていたけど、今は少し乾いてきた。我靠！めちゃくちゃうまい。嗯，香ばしい香りが最高だ。啊，まだ少し身が殻に残ってるな。哦，本当にものすごく美味しい。熱い。哦，なんてうまいんだ。うん、いいね。これは大当たりだ。この黒い部分は食べられない。内臓だ。捨てよう。啊，最高だ。無敵のうまさ。上にもまだあるぞ。本当に新鮮で美味しい。哇，これだ。この感じ。たまらないなあ。そうだ。嗯，炭火で焼くことで香ばしい塩味が引き立っている。私は風三段です。無人島サバイバル7日目。昨日、新しい水源を見つけた。今朝はちょうど中潮の干潮だ。ついに流れが変わってきたみたいだ。潮が引いた。残った食料でなんとか朝食は作れる。でも今は干潮のチャンスを逃せない。磯で食料を集めよう。おお、ナイス。大潮だ。しかも昼間だ。こういう岩の隙間に注目。こっち。これくらい大きければ十分だ。イボニシだ。身がプリプリで
美味しい。2014年のボトルに2025年の貝を入れる。これはちゃんと身が入ってる。こいつはこういう岩場の下の隙間が大好きなんだ。こういう岩場の方が獲物は多いな。2つ見つけた。お、これはかなり大きい。ムール貝もある。こういう隙間にはいい獲物はいないのかな。また大きなムール貝だ。あっちの今出てきた岩場にはありそうだ。最高だ、最高だ。隙間が狭すぎる。我靠！気持ちいい。やばい。啊！正直、水がある島なら100年でも暮らせる。みんな、やばい。あの魚は見つからなかったけど、その雨季を見つけた。さっきまで岩の隙間で必死に探していたのに、打ち上げられた場所に普通に獲物があった。わあ、すごく綺麗だ。磯で取った食料は全部あそこの潮だまりに入れてある。さっき鉄の棒を見つけた場所の前だ。今一番重要なのは真水の確保だ。このボトルを見ていて思ったんだけど、実は別の方法もある。例えば海水を入れてここを切り取って逆さロートのように作る。そして密閉して日光に当てればここに水を集めることができる。でも時間がかかりすぎる。私の狙いはこのノブドウのつるだ。ノブドウはこの季節に大量の水分を蓄えている。つるから取れる水の方が拾ったボトルの水より確実だ。約2メートルのつるでどれくらい水が取れるか見てみよう。この容器は今後のサバイバル計画にも使える。この水は本当に綺麗だ。
あとは時間に任せよう。20分経過。切った直後の5分間は水の出が早い。その後はこんな感じで、だいたい10分を過ぎると水の量がどんどん減っていく。少しだけ不純物があるな。もう喉がカラカラだから味見してみよう。飲み込むのがもったいないくらいだ。少し渋みがある。全体的には味は悪くない。引き続きやろう。OK、水が出始めた。10本くらい切ってみよう。切った瞬間に水が流れ出てきた。太い鶴ほど流れが速い。切ってみるとこの水量だ。すごい。これが一番水が多い太い鶴を2本続けて切ったからだ。樹皮が水の中に入ったせいで少し赤くなっている。小さいものは食料用にとって、夜は前に見つけた大きい貝を食べよう。実は一番心配なのは火なんだ。6から7時まで間も見ていなかった。やばい、煙が出てないぞ。よかった。まだ火種が残ってる。急げ。なんとか30分で復活させた。今日は生で食べるしかないかと思った。今の脱水状態では絶対に火起こしはできない。結局また焼くことにした。上にはムール貝、下にはイボニシがいくつかある。炭も多めに作っておこう。
半分以上余った。一つ食べてみよう。これはさっきのよりずっと大きい。ナイス。ここ数日で一番完璧な焼き加減だ。少し焦げ目がついて色が変わったところで裏返して焼いた。ああ。ものすごくうまい。一口で食べると最高だ。ね。へへ。うん、最高だ。大きいのを食べよう。お。この足糸を取り除く。これは少し焼きすぎたな。この鮮やかな赤色が綺麗だ。ナイス。最後の1個だ。やっぱり水が少なすぎる。全然のどの渇きが癒せません。今日の一番の目標はできるだけ多くの水と食料を集めることです。明日の脱出に備えます。この島には何か動物も住んでいるようです。カニを食べた後だ。ボトルを見つけました。中に水があるかな。今日は最後に弦を切ります。根は残して採取します。嫌な予感がします。今まで拾えた水入りボトルは偶然ではなく長い時間をかけて流れ着いたものなんだと思います。毎日流れ着くわけではないんです。でも熟していません。赤く熟したものは水分がたっぷりあります。本当はこんなことしたくないけど仕方ありません。こっちの方が水が多そうです。草木もよく茂っています。水入りのボトルを1本発見。予想通りです。2023年のものでした。5から6まで本ほど切り集めました。
しかもどれもかなり長いです。多分1時間以上かかります。その間に島を一周しながら浜辺で水を探してみます。柿の殻がものすごく多い。これは絶対飲めません。運が良かった。昨日はここに何もありませんでした。もし予想通りなら、なんと未開封の水を見つけました。本当に未開封だ。最高だ。あの岩礁を越えればもうすぐシェルターです。でも集まった水はこれだけです。シェルターに戻ってきました。水をシェルターへ運び、それから焚き火も整えます。しまった、コップが倒れてる。でも大丈夫そうです。やっぱり予想通りでした。こっちの鶴は太くてはもう若い。水分も多いです。今日取ったこの鶴は昨日みたいに水をたくさん吸っていなかったので、昨日ほど赤くなっていません。気持ちいい。一番太い弦が一番水が多いです。前に水を見つけた場所は満潮時だとこの辺りです。だから今は岸沿いを歩きます。小さな巣みたいだ。前はあの場所から5から6までメートル海へ入るとムール貝がありました。でも今はそこまで潮が満ちています。今日は巻き貝しか取れないかもしれません。潮がここまで来ています。あと5から6までメートル先まで行けばムール貝が取れるはずです。あれ、ボールが見えます。やったー。大当たりだ。水まで1本拾えました。
でも、これだけ食料が手に入れば十分嬉しいです。これは運が良かっただけです。自分の実力ではありません。あの日、浜辺でサッカーボールを見つけたのを思い出します。小さいものはいらない、大きいものだけ。でも今日は、どんな食べ物でも襟好みはしません。天気が変わってきました。雨が降りそうな空です。でも結局降らないんです。もう何度もこんな天気です。降ってくれたら助かるのに。いいものを見つけました。アスパラガスの仲間ですが、葉が少し大きいですね。多分大葉天文堂です。これは薬草として有名ですが、サバイバルでは貴重な食料にもなります。根はこの辺りにあります。ここを掘れば取れます。やっと違うものが食べられる。これが根でしょう。最高だ。この一株だけでもかなりあります。信じられません。初めて知りました。海辺にもこんなに天文堂があるなんて。また一株見つけた。すごい。3分の1だけ取ります。夕食分があれば十分です。全部掘り取ってしまうと二度と育ちません。3分の1だけ残せばまた成長してくれます。山で植物を取るときは取りすぎず残す。それが昔からのルールです。自然を守るためでもあります。掘る場所は見ればすぐわかります。半分は残しておこう。土を戻します。砂もかぶせます。私は迷信は信じませんが、自然には敬意を払っています。昨日残した食べ物が焼けた。急いで
食べよう。食べたら船を作って島を脱出する。最高の朝食になった。日の出を眺めながら、ちょうどいい焼き加減だ。表面は少し焦げたけど、中はまだ肉汁たっぷり。最高にうまい。この無人島は水がない。でも食料は安定している。それさえあれば完璧だった。最後には太れるかもしれない。痩せ細ることを売りにする人は本当のサバイバルのプロではない。異論は受け付けない。敵は体力がないからと見逃してはくれない。だからサバイバルでは体重と体力を維持することが重要だ。船作り開始。切り替える。あの島が目的地だ。直線距離で約400メートル。長さは約1キロある。木も生えていて資源は豊富そうだ。でも私は土地勘がない。環境もよくわからない。でなければ泳いで渡りたい。危険が怖いからだ。まず船を作る場所を決める。完成したら海まで運べないといけない。ここにしよう。完成したら海まで引っ張る。まず材料集めだ。少し休憩。汗びっしょりだ。かなり日焼けした気がする。次は発泡スチロールだ。これは悪くないな。缶みたいだ。この厚さなら十分だ。もう一枚あれば最高なのに。同じ長さの板を結び合わせれば立派な船になる。まず発泡スチロールを同じ厚さに切る。この長さでいいだろう。竹とロープで固定する。少し休もう。
割った竹で十分足りる。しかも軽い。最低6本必要だ。こんな感じかな。ロープをもっと切ろう。よし。1本足りないな。よかった。丸1日かけて完成した。先に水を飲もう。もう限界だ。ひとまず上に運んでおく。夜の満潮で流されるから。満潮になっても大丈夫。ロープで縛っておけばいい。あとはオールだ。シェルターの中は暖かい。よし。寝て朝を待とう。だいたい3時間おきに日を確認する。昨夜はほとんど眠れなかった。興奮しすぎていた。もうすぐ夜が明ける。朝食を食べて海を渡る準備だ。みんな、俺の人生は綱渡りの連続だ。無事に向こう岸へ行けると思うか。ここが一番近いルートだけど、3方向から波が来る。こっちからの波と、前の切れ目から来る波、さらに横からの波もある。
しかも、向かい風だ。どう進むか考えよう。本当の勇者は困難から逃げない。波は高いけど、まっすぐ進む。はっきり感じる。流れがかなり強い。準備しよう。実は、すごく喉が渇いてる。でも、残り少ない水は飲めない。向こうの島がどうなっているかわからない。船で渡った後、真水がなくて水が見つからなければ、今回の挑戦はここで終わりだ。岩礁を越え、大波を突破する。漕ぎ続けると、岸がどんどん近づく。
よし。やっとあそこを離れた。また流されたら大変だ。もうヘトヘトだ。服を脱がないと。漕ぐのは本当に体力を使う。暑すぎる。よし、来い。もっと大波来い。船はここで置いてゆく。次の大波が来る前に先に上陸する。もう力を使い果たしそうだ。私は海が本当に大好きだ。この広い海を見て、自分の体験と重ねながら海にまつわる詩を思い出した。私も一句読んでみよう。無人島都会サバイバル。無人島に水はなく、朝霧の中にかすかな光が差す。木を船とし、草を編み、勇気を胸に強風と荒波を越えて進む。初心を忘れず信念を守る。遠くの漁船を見つめ、帆を上げ波を越えて生き抜く。お粗末でした。え？服がある。誰か住んでるのか？誰かいますか？前に誰か住んでいたみたいだ。さっき見えた場所も配信者かもしれない。あっちにももう一軒ある。ちょっと見に行こう。今日はもう体力がない。巻き貝の殻がたくさんある。こっちの方が資源は豊富そうだ。
この小屋は最高だ。今日はもう無理だ。力を使い果たした。今夜はここで休もう。長時間漕いで筋肉痛になり、服もびしょ濡れだ。今夜はこのシェルターで休む。服を乾かし持ってきたムール貝を全部食べる。そして新たな挑戦へ向かう。しょっぱい。野生のバナナだ。水があれば最高なんだけど、この島は水資源がかなり乏しいようです。サバイバルで最も大切なのは水です。あちらに水があるか探してみます。少し期待できるかも。植物の葉が一面黄色くなっています。水不足の証拠です。竹もあります。竹は万能素材だと思っています。野外では本当に役立つからです。もし水があればこの砂も湿っているはずです。でも望みは薄そうです。先へ進むしかありません。ここには水がない。自然を相手にするなら慎重さが必要。そして自然への敬意を忘れてはいけません。バロクオ島での経験からこの島も水が少ないと考えています。まず島を一周して安定した水源を見つけます。それが長期サバイバルへの第一歩です。大きな大谷渡りだ。でも岩の隙間に生えているので今回は諦めます。でもこれは良い知らせです。大谷渡りは群生する植物です。前のマロク冒頭でも見つけました。ということはこの島にもたくさんあるはずです。この錆びた鉄筋を見て確信しました。岩の隙間にはカサガイがたくさんいるはずです。サバイバルを始める前に師匠から教わりました。師匠の本業はカサガイ取りです。鉄筋や専用の道具を持って岩の隙間を探して取ります。1日で1000から2000まで元ほど稼げます。でもとても危険な仕事です。これは誰かが置き忘れたんでしょう。太陽も出てきました。本物の湧き水です。やっぱり太陽は希望を運んできてくれます。まずは容器を見つけて水を汲みます。しっかり水分補給してから水を飲んだらさらに先を探索してみます。この水場はあまり大きくないので
本当に美味しい水です。まさに天然の湧き水です。長く水不足だった後は少しずつゆっくり飲むのが大切です。変な臭いもなくて最高です。生き返った。この水場は海に近すぎます。満潮になると水没するかもしれません。干ばつが続けば枯れる可能性もあります。だからもっと大きな水源を探しに行きます。目の前に見える大きな島が下川島です。そしてあの山の向こうにある島が上川島です。朝食を見つけました。たくさん打ち上げられています。岩や流木に絡まっています。海の匂いが濃いです。この海藻はさっと茹でて和えれば絶対美味しいです。投げてみましょう。味は悪くありません。木の板が2枚並んでいます。多分誰かの配信者が来たのでしょう。ここに少し滞在したようです。あそこが少し光っています。動いた形跡はありません。誰かが捨てたものなのか、それとも隠してあるのか分かりません。もしサバイバル中に誰かが来たら、目印を残しておけば私を見つけられます。誰も来なければ帰る時に元へ戻します。ここなら十分高い場所です。波も届かないのでここに置いておきます。これはなかなか大変です。さっきの水も飲み切ってしまいました。さらに1時間歩きましたが、まだ水は見つかりません。引き返しましょう。ここは地形が低く、木々や葉も青々と生い茂っています。水があるかもしれません。さっきは海岸沿いを行き過ぎていました。でも広大から鮮やかな緑が見えました。これは水場があるサインです。100% 真水です。湧き口が3カ所もあります。しかも気持ちいい。こっちにも水たまりがあります。全部で4つの水源です。
パンツまで真っ黒だ。ああ、最高。本当に気持ちいい。まずはしっかり体を洗います。特に下半身はかゆいので念入りに洗います。なんだか男前になった気分です。食料も探してみましょう。キャンプ地はここに決めます。少し厳しそうです。潮がどんどん満ちています。満潮では取るのは難しいですね。でも大潮で潮が引けばこの岩場はタイがたくさんいるはずです。日差しで顔が少し赤くなってきました。もうすぐ日が沈みます。先に火を起こしましょう。今日はシェルター作りは間に合いません。明日ここに森の中へシェルターを作ります。中は風が入りにくく、きっと暖かいでしょう。今日はとりあえず寒さをしのげる場所を探します。ここは良さそうですね。風はあっちから吹いています。この2つの浮きはしっかり固定しておきます。そして焚き火の両側に置いてしっかり固定します。よし、無事に火がつきました。少し仮眠を取ります。今日は歩きすぎてもうヘトヘトです。それに夜中の0時を過ぎるとウマスが強くなってますます眠りにくくなります。おはようございます。昨夜はぐっすり眠れました。この草の寝床はなかなか快適です。まずは朝の岩場を見てみます。朝のうちに食料も確保しましょう。この鉄板どれくらい使われてきたんだろう。焦げ跡だらけです。
今日は小塩です。食べ物を探してみます。今日は新しいシェルターも作ります。ここに小さな潮だまりがあります。魚が跳ねるのが見えました。エビでした。でも小さすぎます。これは見逃しましょう。新鮮ですが量が少なく時間の無駄です。小塩ですが岩場はまだ少し濡れています。とても滑りやすいです。なるべく姿勢を低くして進みます。潮が引いてイボニシが結構あります。なるべく大きいものを狙います。ナイス。小さなアワビがいました。地元の漁師さんによるとアワビより美味しいそうです。でも数が少なく一つしか見つかりません。今回は取るのをやめます。イボニシを集めましょう。亀の手がたくさんあります。昨日の判断は正解でした。この場所は亀の手が豊富です。昨日拾った鉄筋もきっと誰かが亀の手取りに使っていたのでしょう。海辺にはこういう石英岩がありますが、海辺の石英岩は金の含有量がとても少ないんです。しかも数もごくわずかだから金探し用ではありません。手でも簡単に取れます。取らないともったいないです。この場所は亀の手がたくさんいます。岩の下に集まっています。潮の満ち引きには十分注意します。岩場には鋭い貝殻がたくさんあります。危ないので靴は脱げません。でも新しい食材を見つけたかもしれません。この一帯はムール貝だらけです。周りの岩の隙間にもきっとあります。小さいものが多いので育ちやすい場所ですね。潮が満ちてきました。次の場所でもムール貝を探します。ここにもあります。急がないと潮がどんどん満ちています。いい感じです。足糸がかなりしっかりついています。だん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 。やったー。収穫はなかなかです。よし。
あとは火に任せます。沸いたので食べ頃です。昨日ここへ来た時、あそこにたくさん生えているのを見つけました。箸にも使えるし、シェルター作りにも役立ちます。このトゲを使って貝の実を取り出します。昨日は生で食べると少し渋かったけど、火を通したらどうでしょう。美味しいです。ほんのり塩味があってとても旨味があります。次はムール貝を食べます。足糸を掴んでね。わ、ものすごく美味しい。これは本当に最高です。前に焼いて食べたものとは全然違います。軽く茹でるだけの方が断然美味しいです。次はイボニシを食べます。ちょっと失敗しました。最高だ。ほんのりピリッとした風味があってたまりません。本当に絶品です。このスープはほんのり乳白色で最高の味です。亀の手です。まず最初に食べてみます。中までぎっしり詰まっています。最高です。この味は本当にたまりません。焼いたものより何倍も美味しいです。ああ、我靠！啊！このスープは最高です。あの奥の場所は良さそうです。シェルターを建てるのにぴったりです。周りには木がたくさんあります。風よけにもなります。苦労してでも作る価値があります。準備開始です。
先を見据えなければ長く生き残ることはできません。長期キャンプに最適な場所を見つけました。約3時間かけて枯葉やズルを片付けました。よし、いい感じです。地面をきれいにすることでヘビや虫が寄ってくる可能性を減らせます。野生動物は危険を避けます。開けた場所では天敵を警戒するからです。では次はここまでの通路を作ります。入り口の横から切り開いて、ここはつるを少し切るだけです。ここから通れるようにします。通路の高さは最低2メートル必要です。シェルターには大量の材料が必要なので運びやすくしておきます。通路が完成しました。あとは十分な材料を集めれば本格的に建築を始められます。潮がどんどん満ちています。もうここまで水が来ています。水を飲んで急いで材料集めに向かいます。左右500メートルほどの範囲で材料を集めました。これをシェルターまで運びます。昨日は今日中に完成させると言っていましたが、やっぱり考えるより作る方が大変です。昨夜は少し寒かったです。だから手袋もつけておきます。今日はしっかり火を焚きます。太い焚き木です。太い薪なら長く燃えてくれます。昨日の明け方はほとんど眠れませんでした。というのも1から2時まで間置きに火をくべないと寒さで目が覚めてしまうんです。明日こそシェルターを完成させます。いつも潮が引くわけじゃない。結局これだけしか取れなかった。潮もあまり引いていない。朝一杯かけてこれだけだ。本当はもっと取って腹いっぱい食べて作業を終わらせたかった。決めた。これからの日々は運任せをやめる。自分の力で立ち向かう。毎日潮が引くわけではない。ならば自ら動くしかない。このペットボトルを切って罠を作ろう。
昨日竹を運んでいた時、いくつかの砂ガニの巣穴を見つけていた。この穴はかなり大きい。しかも周りにもたくさんある。これは掘るための道具として使えそうだ。悪くない。場所を決めて掘り始めよう。この場所の穴はかなり大きい。ここにしよう。穴の深さはこれで十分だろう。中にも少し砂を入れておく。砂ガニが落ちた後、そのまま中の砂に潜り込むはずだ。収穫があるといいな。嫌な予感がする。これで最後だ。オッケー。ロープをいくつか拾った。固定するのに使えそうだ。4本の柱が完成だ。横木を何本か結びつけて、まずは骨組みを作る。だいたい1キロくらいだ。また竹をいくつか拾ってきた。
メインフレームは完成した。今からシェルターを覆う材料を集めに行く。あの日、水を探していた途中、200から300までメートルほど先に大きなトヤの群生地があった。多分4から5まで束は必要だろう。まずは1層目をしっかり押さえる。2層目を敷き終えた。今からしっかり押さえる。固定してから3層目をかぶせる。ついに屋根が完成した。これでもどんな大雨でも怖くない。厚さは20センチ近くある。雨漏りを防ぐには厚くする必要がある。作り方もとても重要だ。これは 100% 雨漏りしない。光さえほとんど通さない。もう遅い時間だ。地面を片付けて寝床を作って火も中へ移そう。横になると本当に動きたくない。トイレに行くのが一番しんどいな。
集めた薪がダメだ。長いこと火から離していたせいで全然燃えない。乾いた竹を使おう。布片をこすって火を起こす。こっちはすぐ火がついたのに薪はまだ燃えない。たとえ一日食べられなくても、まずはシェルターと火種を整える。生き延びるための基盤は整った。これからは恵比寿さん並みの本領を見せてやる。少し寒くなってきたな。先に服を着よう。